もう大丈夫ですね。もうこれ勝利のカードです。動いていくカード。前進のカードです。新しい環境が用意されているよということも伝えてくれています。運命の出会いのカードでもあります。これ出たら嬉しいカード。はい、皆さん、こんにちは。レイコライトです。お久しぶりの動画です。星座別リーディング、何ヶ月かリフレッシュのためにスキップさせていただいていましたが、9月分よりまた再開したいと思います。チャンネル登録をしておいてくれたみんな、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝しております。リフレッシュとこれからやっていくことの準備をしていました。YouTube って投稿の間が空くとどんどんチャンネル登録が減っていくもんなんですけどね。どこまで減るかなって見てたんですけど、思ったよりもそのままにしてくださってて、とっても嬉しいです。これからもレイコライトは楽しみにしてくださっている方にお答えをしていきたいと思います。それから今回この動画で初めましての方、ありがとうございます。本当にたくさんの星の数ほどの動画がね、存在してますけど、その中でここを見つけてくださり、ちょっと見てみようかなってなってて、そしてこんなところまで、喋りのところまで飛ばさないで見てくださっているのは、やっぱり何かがあるからだと思います。今月をハッピーに生きるヒントを持っていてくれたら嬉しいです。もちろんリーディングは万能ではありません。全人類には当てはまらないです。当然ながらこれは他のすべての動画にも共通していることです。YouTube では大勢の方に向けたメッセージを発信していますからね。受け取る人によっても正解が変わってきます。しかし、ご縁があって、波動があって、この動画を飛ばさないで見てくださってると思うので、あなた様にとっての何かがここにあるんじゃないかなと思います。世界ではいろんなことが起こっていて、不安だったり辛かったりって方もいるかと思いますけど、まずは自分で自分をハッピーにしていくっていうのが基本です。ということで、今月を最高に生きるヒント、ハッピーに生きるヒント、動画に散りばめていますので、キャッチしていただけたらなと思います。はい、9月使っていくカードはこちらでございます。カードデッキは、概要欄から私の楽天ルームに、URL 置いてますので、そこから気になる方はチェックしてみてください。双子座の皆さんです。今回からこれですね、ユニバーサルウェイトタロットデッキを使ってます。缶入りでとても運びやすくて、それから扱いやすいですね。こう手のひらの中に入るので、とてもシャッフルもしやすいです。気になる方は概要欄にリンク貼ってますので、よかったらご覧ください。ではね、開けていきましょう。はい、ソードの2ですね。はい、またソードだ、ソードの3。ワンドのページの、はい、ワンドですね。3が出てますね。はい、それから、はい、ソードの10。ジャスティス。なるほど。おお。ワンドの S が出てますね。だから、はい。はい。ちょっとプラスしていきます。チャリオットいいですね。なんか鋭いな。鋭い。はい。カップの6だ。なんか過去っていうのが一つテーマになってますね。過去に輝かしいことがあったでしょうかね。過去の位置に3、最強カードが出ているのと、最終結果に当たるところにやっぱり過去って出てるんですよね。なんか過去っていうのが一つテーマかもしれません。これはね、はい。ソードじゃない。ワンドの8。
はい、それでは見ていきましょう。双子座さんですね。すっごいいいカード出てますね。3の正位置でしょ。それからチャリオット、ジャスティス。全部正位置で大アルカナがね、出ております。重要なところに出てますね。これいいですね。それから大アルカナじゃないけど、ワンドのエースとか、スピード感を表すワンドの8とか。いいな、これ。動き出しますね。そうそう。なかなか動かないなとか、変わり映えしないなっていうふうに思っていらっしゃる方がおられたら、今月動きますよ。動きます。いきなり最終結果のカードを見ますが、チャリオットの正位置出てます。このカードっていうのは、前進、勝利、スピード、勝ち取るっていうようなカードでございます。戦車のカード。これが出てますね。とてもいいと思います。動き出します。そして一緒に出てるのが、これがカップの6ですね。はい、過去を表すカードが出てます。なるほどです。なるほど。はい。過去が今月のあなたの前進に関わってきそう。過去をどうやって活用するかっていうところがヒントになりそうですね。過去を活用して今月前進させていくって言ってもいいと思います。はい。それからね、このところ、3が出てます。タロットカードの最強カードとも言われる3の正位置がですね、過去の位置に出てるんですね。なんで過去ってさっきから言ってますが、はい、過去がヒントです。今までの何か過去の経験かもしれない。過去の素敵な思い出。それがあなたの心を温めて、それが前進につながるのかもしれないし、もしくは具体的なことですね。過去の何か習ったこととか、経験したこととか、その何かがあなたの前進につなげるのかもしれない。そんな風に伝えてくれてます。キラッキラしてますね。はい。それから、昔は良かったなとか、あの頃は良かった、元気だったとか、生き生きしてたっていう方もおられるのかなと思います。ここにね、輝いてます。過去の位置に3、正位置が輝いております。そして現在ですね。現状です。現在。ソードの2、正位置。はい、このカードが出てます。これバランス取れている状況です。この2つの剣がですね、こういった形で停止している。だからバランスが良くてとてもいいカードなんですが、あえて言うと、ちょっと動きがないなとか、変わり映えしないとか、変わり映えというか、動けない状況があるのかも。目隠しされてるんですね。なので周りがよく見えないから、今は動かないでおこうかとか、止まっておこうかとか、そんなところもあるかもしれない。とにかく、いいバランスで止まってるというカードであります。だけど周りがいまいちよく見えないんだよなというところ、それを表してくれています。そしてカードの意味としては、複数のお仕事をしてるっていうところもあるんですね。複数何かをしているという方も多いかも。でもそれがずっと続けられるわけでなかったりとか、それから発展性があるかどうかといったらそうでもないというところ。おそらくバランスは取れているんだけれども、少し変わっていきたいなとか、動いていきたいなというところなのかなっていうのが想像できます。どうでしょうかね。はい。そして、ケルト十字なんで、十字って出していく、カードの展開の仕方なんですが、これが出てますね。ソードの2と来て、ソードの3。逆位置です、今回。逆位置で良かったです。このカードは何かっていうと、ハートに剣が刺さってますね。雨が降ってますね。これは悲しみとか傷とか痛みのカードであります。それが逆位置、良かったですね。逆位置で今回出てます。なんで、悲しみを糧にしていくとか、区切りをつける、悲しみに区切りをつける、辛かったことにけりをつける、そんな意味合いのカードであります。で、今月の前進、今月っていうのはそのことを糧にしてけりをつけて進んでいくのかもしれないですね。何か
決心するとか、けりをつける、決めるというような意味合いのカードでもあるので、そこを力にして今月やっていくっていうところもあるのかも。どちらにしてもですね、すごく動きを見せてきますので、これは朗報なんじゃないかなと思います。朗報どころではないですね。勝利のカード、前進のカード、動き出すカード、あなたに勝ち目があるカード、それが出ております。そのために何かを糧にして、何かにけりをつけて、そしてそれを勢いにして、それを力にしてやっていくんじゃないかなっていうのが伝えてくれていることになります。キラキラの過去があったはず、生き生きしていた過去があったはずで、それからのこの現在、現状を言いましたね。そして近い未来ですね。近い未来がソードの10の逆位置です。近い未来、ちょっとお疲れモードになりそう。だからこそ今できることをやっておいた方がいいかも。やっておきたいですね。ちょっとお疲れモードになりそうですよ、この先。人に頼るとかやり方を変えていくっていうチャンスでもあるんですけどね、逆を言うと。で、今月は今月やるべきことをやる。それから今月味わうべきことを味わうというのが良さそうです。とっても安定感もあるし、スピードを表すカードも出てるしね、展開していく、動き出す、流れに乗るっていうのも出てるし、すごいいいと思いますよ、これ。そしてね、なんとワンドのエースっていう新しい環境が用意されてるよということも伝えてくれてます。運命の出会いのカードでもあります。これ出たら嬉しいカード。新しい出会い、それは人かもしれない、場かもしれない。何かあなたに新しいものというのがもたらされると出てます。とても安定感もあるし、それからあまり感情に左右されない感じもあるんですね。カップのカード、感情、気持ちを表すカードが一つだけここに出てますが、ですね。他はこのジャスティスっていうカードが表してくれているように、あんまり感情に左右されない、冷静に客観的にいろんなことを判断できたりとか、正しい目で見れたりするって伝えてくれてます。それと同時にバランスのカードでもあります。バランスを取っていくことができる。バランスが取れていなかったとしたら、バランスが取れる。それは体調面とかメンタル面かもしれないですね。いろんな意味で自分自身バランスを取ることができるということが出てます。で、逆を言うとバランス取っていくっていうことが今月の開運の鍵になります。それができますからね。そしてもう一つ、やっただけ帰ってくる時です。やっただけ帰ってくる。これめちゃくちゃ嬉しいですね。やっただけ帰ってくる。それから正当な評価を受ける。そして例えばね、裁判があるとしたら、あなたに勝ち目があると出てますよ。これいいですね。本当にこのカードもそうだし、ご自分に有利、双子座のあなたに有利だよって伝えてくれてます。それから感情とか言ったんですけど、客観視できるんですね。冷静に判断ができるっていうのも今月のいいところじゃないかなと思います。あんまり情に流されない。感情に流されないですね、今月は。感情に流されがちな時もね、あったかもしれないですね。こんな感じがちょっとしますが、だけど今月は冷静に判断ができたり、決めることができるよって伝えてくれてます。それからね、とてもいい時だからこそなんですが、先に与えると巡り巡って自分に戻ってくるっていう、そういう流れも作れます。正当に評価されるっていうことを言いましたが、それとちょっとつながるんですが、流れ作れます、自分で。で、少し周りからの何かもらえることを待ってるっていうのがなんとなくこのカードがね伝えてくれてることなんですが、それよりも一歩先に自分から与えていくっていう格好にするとすごくいいですね、今月は。周りから与えられてしまいそうな感じもとてもあるんですが、どっちかというと
ちょっと頑張って自分から与える流れ、ギブしていく流れを作ると今後のためにもとってもいいですよ。訴訟関係では有利っていうカードですね。それもお伝えしました。それから一点集中ですね。無駄なことしない感じがあります。無駄がないですね。そうそう。これが言いたかったです。無駄がないんですね。一点集中な感じがとっても出てます。だから目的を果たせるっていう方も多いんじゃないかなと思います。目的を果たせる。そしてこっちに戻って意識のところに行きましょう。これ何かというと、ワンドのページ。これは表層意識ですね。表面の意識。そしてこれが、言ってみれば潜在意識。ワンドのクイーン。両方ともワンドで逆位置ですね。はい、これですね。状況をですね、整ってるし、双子座さんにとって有利な状況なんですが、だけど、なんだかですね、ご自分の意識としては、ちょっとこのワンドのページが言ってくれてることですが、少々、そわそわというか落ち着かないとか、良くないニュースに振り回されがちというのが出てますね。こっちもワンドのページか。それから、これ、連絡ミスに注意っていうカードでもあります。はい。なんかそわそわしがちだったりとか、それから、かまってちゃんのカードでもあるんですね。なんか周りに求めがちなところもありそう。そして、こちらがワンドのクイーンがこれ深層心理。そうなんですね。さっき言ったこととつながるんですが、まずはご自分自身を整える。そうするといいよということですね。ちょっと周りが頼りないとか、これが落ち着かない感じっていうのが伝わるカードなんですが、その解消として周りをどうにかしようっていうより、ご自分自身をですね、整えていくっていう格好にしていくといいと思います。そのように出てますね。自分自身を整えていく。それが全てだよって言ってくれています、カードが。少し人のことが気になっちゃうとか、人と比べてしまうっていうのが、なんだか根底にありそうですね。それから、もっと言うとというか、違う言い方をすると、視野を広くするですね。今月のラッキーアクションとしては、視野を広くする。若干視野が狭くなりがちなカードも出てます。とってもいい時なんで、大きく見ていく、大きい流れを見ていくだったり、視野を一点じゃなくて広げていくっていう風にするといいと思います。はい。新しい出会いとか、それから新しい環境、運命の出会いのカードでもありますね。ワンドのエースっていうのが嬉しいことに環境、周りの状況として出てます。何か新しいところに行く、新しい人に出会うという方も多いんじゃないかなと思いますよ。はい、このカード、素敵なカードが出てます。はい、とにかく展開は新しくなりそう。そして進んでいく、動いていく。そのように伝えてくれてます。それからペンタクルスのページこっちもありますね。逆位置。小さいミスとかに注意しましょうですね。それから、金銭面でちょっと心配をしていらっしゃる方もいるのかなと思いますが、やっぱり視野を広くしていくっていうことにまたなるんですけどね。なんか大きい流れを見ていくといいかもしれないですね。大きく見ていく。でとってもいい時なので、このカードがもう一つ伝えてくれてるのが、ちょっとサボりがちになったりしそうです。そこをね、ご注意点としてお伝えしたいと思います。小さいところ、小さいミスとか気をつけていかれると良さそうですね。ここも言いましたね。連絡ミスとか。なんか小さいところですね。全体的な大きな流れはとってもいいので、なんでもったいないので、大きく捉えて小さなミスを気をつけるとかね。そんな言い方になると思います。はい。そして、戻りますが、
最終結果でなんとチャリオット聖地が出てますから、もう大丈夫ですね。もうこれ勝利のカードです。動いていくカード。前進のカードです。はい、今月素晴らしい前進の時だと思います。あなたの素敵な過去を活用して、過去を糧にして、そして進んでいく時ですよ。順調ですって伝えてくれてます。順調な時です。めちゃくちゃ。はい、そしてこちらも同じくスピードのカード、流れに乗れるカード、乗りに乗ってるカードが出てます。なんで、この流れ乗ってほしいですね。流れに乗ってねって伝えてくれてます。最後このカードになりますが、対策のカード。流れに乗っていくっていうところですね。それが、伝えてくれてることになります。とってもいい形で出てますね。なんで、動いていなかったものが動き出すような感覚があると思います。ですので、ちょっと小さなところとかですね、間違えちゃったっていうところがないように気をつけたりだとか、それから、あと、そうだな、少しね、サボり心というか、なんて言ったらいいかな。大きく流れていく時だから、ちょっといいかなっていう風な油断か、言葉にすると油断するところもちょっと出てくるかもなので、そこをご注意されるといいですよってお伝えをしたいと思います。新しい素晴らしい環境とか、運命の出会いとか表すカードでもありますので、そこがね、あなたに今月用意されてるって来てますので、ぜひ素晴らしい流れに乗っていただければなと思います。はい、こんな風に出てました。双子座の皆さんですね。それでは次、オラクルカードでお仕事面、それから愛情面、ラストメッセージとカード3回切っていきたいと思います。はい、それではオラクルカードを出していきます。まず、お仕事活動面です。はい、事前に切ってありますので、ここは軽くシャッフルしていきます。すごい勢いありますね、やっぱり。勢いがあります。もう一回。それから、愛情面です。すぐ出ましたね。それでは、まず開けていきましょう。お仕事活動面です。はい。なるほど。なんかこういう感じすごい多いですね。こういう感じって、The Land Between。この2つある感じがすごい出てますよ。2つをつなぐみたいなバランスとかね。はい。これがお仕事面です。それから愛情面。はい。Go with the flow。アクアマリンだ。ちなみに私の今日の指輪はアクアマリンでございます。シンクロですね。Go with the flow。流れに乗れみたいなことでしょうか。なんだか先ほどのタロットカードのリーディングととっても被ってきてるメッセージが来ておりますよ。ラストメッセージもちょっと出しておこうかな。はい、これは一番最後に開けましょう。3枚ね。はい、それでは読んでいきます。はい、それではお仕事活動面ですね。はい。カードの意味と、それから降りてきた直感でお伝えをしたいと思います。まずこの漢字見て、2つの大陸がつながるっていう意味でしょうかね。The Land Between。この間、中間の世界という意味ですね。英語の意味は。はい。で、この2つっていうことが今回すごく来てます。双子座さん。2つ。っていうのは、さっき覚えてますか？一番初めのタロットカードのリーディングで、現状を表すところに、ソードの2、正位置が出てました。はい。2つの剣がこうなって、バランスをとって停止している状態。それをまず思い出しましたのと、それから状況、あなたの状況というところに出ていたカードが、
ジャスティスですね。あれも天秤のカードです。天秤が2つお皿が揃っているというのを表してくれていて、正当に評価されるとか、やっただけ返ってくるとかですね、とっても素晴らしい意味があるんですが、それが来ておりました。どっちにしても、今回、お仕事面でもバランスっていうのがすごい大事です。バランス。はい。これは覚えておいていただけたらなと思います。バランスが大事。それから、The Land Between。これは中間の世界という意味合いですね。中間の世界。中庸中間。中間を取る、つまりバランスですが、バランスを取っていくっていうのが、メッセージでございます。お仕事面の。それからこれつながる感じもとってもあります。今までの努力が報われるとか、今までやってきたこの点と点がつながって何かが出来上がるっていうこともありそう。そういうことがお仕事面の一つのヒントになります。つなげていく。二つ出会う。それからワンドのエースっていうのが出てましたね。それは運命の出会いだとか、素晴らしい始まりとかそういったことを意味するんですが、なんかやっぱり出会いがありそうですよ。うまくはまる。契約が決まる方もいるかも。契約が決まる。それから人との出会いもありそう。あなたとぴったりとした人と会いそう。ビジネスパートナーとか、お仕事上でのパートナーとかですね。なんかちょうどいい感じに、できる人と出会いがある、いい出会いがありそう。お仕事面、そのようにお伝えします。それから中庸中間、うまくバランスを取るっていう役割がある人もあるかもな。バランスを取る、中庸です。中間を取る、うまい感じでいい塩梅でまとまる、そのように出ております。はい、やっぱり出会い感すごい強いですね。出会い、いい出会いがありそう。契約が決まるっていう方もいるかもしれない。そのようにお伝えします。いいことばっかりですね。なんかつながりますよ。今までのことが、報われるっていう方もいらっしゃるかも。そのようにお伝えをします。それから解説書でね、確認したんですが、これ変化の過程にいますっていうことを表してますね。変化の過程にいる。2つの世界にいる。やっぱり2つ何かされている方っていうのもいらっしゃるのかも。2つのことをされている。それがいい感じにつながったりとか、そういった結果を出す方もいるかも。つながる感じすごいありますね。2つのものが。それから変化の過程にいらっしゃるっていう意味がね、ありました。解説書によると。なんで2つをつなげて結果を出していくっていう方も多いかもしれないです。はい。どちらにしてもつながる、つなげる、バランスを取る、中間を取る、いい塩梅。そんなことがメッセージでございます。はい。では、愛情面いきましょう。アクアマリンですね。アクアマリン。旅の石でもありますね。愛の石でもあります。Go with the flow。流れに身を任せるです。愛情面。第一のメッセージは、流れに身を任せる。それから結婚の石でもあるんですよ。さっき、運命の出会いっていうね、カードも出ていました。なんで、ご覧くださっている方がどういった状況かわかりませんが、愛情面なので様々なパターンでご覧くださっていると思うんですよ。お相手がいらっしゃる方、結婚していらっしゃる方、そうじゃない方、それからご家族愛でご覧くださっている方もいるかと思います。すごいパートナーシップ感がありますね。パートナーシップの石、結婚の石でありますアクアマリンが出てきてます。これから出会いを求めているって方もいらっしゃるかと思いますが、やっぱり結びつく、こっちもそうですが、なんかね、結びつく感じがとってもあります。平和的に結びつく。それも第2のメッセージとしてお伝えしたいと思います。で、今回は流れに身を任せるっていうのがすごい来てますね。それから先ほどタロットカードのリーディングでも、ワンドの8ですね。流れに乗るトントン拍子を表すカードが出てました。なんで、なんかね、この愛情面すごいトントン拍子に行っちゃう感じがとてもあります。流れに乗る。来てる。流れが来てる。はい。で、その流れっていうのは飛び込まないとそのまま行っちゃうっていうのもあるので、これだっていう流れ見つけたらそこに乗ってほしいなと思います。
はい。流れに乗るが吉と出ております。それから、やっぱりね、パートナーシップ感すごく強いですね。パートナーシップっていうのがあなたの人生にクローズアップされてくるかもしれないですね。なんで、お相手がいらっしゃらない方も、お相手がいたらいいなっていうふうに思えるようになったりとか、それでそういったアクションを取っていくとかね、こんな感じがとても濃厚でございます。はい、アクアマリン。パートナーシップの石、旅の石でもありますが、メッセージが来ております。とっても明快なんですよね。全体的なエネルギーがすごく明快なんです。いい感じだと思いますよ。9月、双子座さん。それから、双子座さんの星座の石っていうのがアクアマリンなんですよね。これシンクロ来てますね。シンクロ来てますね。なんかシンクロ合うっていうのがすごいあるんですよ。だから、つまりはエネルギーが強まってる。引き寄せ力が強まってるっていうのも、今月の双子座の皆さんの特徴かと思います。シンクロ来ました。はい、アクアマリンでした。では最後行きましょう。今月のラストメッセージ。はい。ブラックカイアナイト。セットストロングバウンダリーズ。なるほど。なるほど。これは守りの石ですね。魔除けの石。なんでこれ境界線ときました。はい、なるほどです。境界線を引きましょうと出ております。さっきワンドのページだったかな。ワンドのページの逆位置とか出てましたね。ちょっと良くないニュースだったりとか、周りに振り回されがちっていうのも出てました。そうですね。そうか。それで、最後来てくれたんだと思います。境界線を引きましょう。自分を守るために外側と境界線を引くっていうのもあるでしょうし、そうですね、人とか物事、ニュースだったりね、そういったところにあんまり影響されすぎないでっていうことですね。それが最後来ました。とってもいい時なので、最後ね、こんな風にちょっと先ほどもお伝えしましたが、ご注意点というような形で来たのかなと思いました。はい。素晴らしいエネルギーを受け取れる今月なので、ぜひ自分を守っていきましょう。外側のことに振り回されずに自分を守る。それが最後、ラストメッセージとして来てました。はい。このように出ておりました。はい。何か受け取っていただければ幸いです。もしこの動画が何か役に立った、それから楽しかったという方は、チャンネル登録、それからグッドボタンをよろしくお願いいたします。はい。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。何回か見ていただけますと、また違ったメッセージが、その時に必要なメッセージが受け取れるようになってますので、よかったらご覧になってください。では、最後までありがとうございます。